ご視聴ありがとうございます。どうも、だいだいチャンネルのオレンジです。この動画にたどり着いたそこのあなた、プレイステーションライセンス認証のないハンコンをプレイステーションで使用したいと考えている方ではないでしょうか。今回の動画ではそんな考えのもと、ドライブハブの購入に踏み切ったオレンジがドライブハブでしたかったことと実際つなげてみてできたこと、できなかったことを示していきます。なお、この動画内の検証はオレンジの環境下でのことであり、似たような環境下または同じ環境下であったとしても同様の動作を保証できないことを先に断っておきます。また、ドライブハブを含む機材の購入や検証を信じる、信じないの判断は全て自己責任でお願いします。はじめに今回の目的を伝えるため、オレンジの現在 PC レースゲームで動作させているハンコン環境をざっくり説明します。まずはハンコンの核となるハンドル部分のサーボベース。これはプレイステーションライセンス内蔵の Fanatec CSL Elite 4PS4 となります。この機器自体はプレイステーションライセンスに準拠しており、特に何かコンバーターを挟むことなく動作します。ですが、この機器に接続できるファナテック製のペダルやシフターなどの周辺機器は持っておりません。次にペダルと H パターンシフターです。これはもともと以前に使っていた Logitech G29 のペダルとシフターで G29 本体ベースをハブ代わりとしてつなげて使用しております。そしてもう一つの入力デバイスが以前このチャンネルでも紹介させていただいた手作りの PS コントローラー直結型アナログ式ハンドブレーキです。これはあくまでもデュアルショック4コントローラー扱いなので PS4 上でもハンコンとの併用利用が可能でした。このデバイスはハンドブレーキとしての機器認識はないため、今回の検証からは除外とします。以上が現在のオレンジのハンコン環境となります。PC 上では入力デバイスを複数同時に受け付ける許容があるため、大体すべての PC レースゲームにおいて、このハンコン環境で全ての機器が動作します。今回の目的は、このハンコン環境を PS4、PS5 で動作させることにあります。おや？お気づきになられましたか？ファナテックのペダルとシフターを買えば万事解決じゃんって考えたそこのあなた。その通りでございます。ですが、手持ちのものを可能な限り活かしたいという性分と、できればお金をかけたくないという貧乏症とが障壁となり、現環境を何とか最大限活かそうと考えを起こした次第です。このハンコン環境でオレンジがドライブハブに何を期待し、実際どういった印象を持ったかを述べていきます。1、プレイステーションライセンスのないハンコンのプレイステーション機器での動作。2、ハンコンベースと他社製ペダルシフターとの組み合わせ。3、手持ちハンコンを他ハンコンとして任意に選択。4、ファナテックハンコンでの PS3 以前のグランツーリスモの操作。現段階でのオレンジが感じたそれぞれの動作評価はこうなります。それではそれぞれについて経緯や手順などをもう少し詳しく説明したいと思います。1番に関して、プレイステーションライセンスのない過去に販売されたドライビングフォース GT や G27。現在も新品で購入できるプレイステーションライセンスのないファナテック製品など、
多方面ですでに動作が実証されていたため、特にこの点では心配していませんでした。この項目ではこれ以上話すことはないので、ドライブハブの接続端子部分の役割を簡単に説明します。左から順に、丸1のコンソールの部分は PS4、PS5 本体とつなげるための端子です。丸2のコントローラーには PlayStation ライセンスのあるハンコンをお持ちの際はここに接続します。PlayStation ライセンスのないハンコンの場合は DualShock 4をここに接続します。つまりこの2番は PS4 で動作する入力デバイスを指す口ということになります。PS5 につなげる際は DualShock 4だと8分ぴったりで接続が解除されてしまうようです。それの回避方法としてポリ製のコントローラーなど PlayStation ライセンス入りのサードパーティー製コントローラーで認証すると今のところ接続解除はされないようです。ですが、これについては今後も接続解除されないとは言い切れないところなので注意が必要です。丸3のホイールコントローラーには PlayStation ライセンスのないハンコンを使用する際、ここに接続します。その場合は丸2番に DualShock 4を接続する必要があります。丸4のアクセサリーには2番や3番で接続したハンコンとは違うメーカーのペダルやシフターなどの周辺デバイスを使用する場合に使用します。他社製のペダルやシフター、ハンドブレーキを使うことがないなら、丸4を使用することはおそらくないでしょう。実際、オレンジの環境下で CSL を PC モードにしても、DualShock 4の認証を挟むことで PS の操作ができます。おそらくこの製品をお求めになる方の大半の目的は、このライセンス認証の部分ではないでしょうか。オレンジが今回ドライブハブで最も叶えたいことはこれになります。つまりドライブハブ ④ の端子に G29 のペダルシフターを認識させることです。この項目についてはほとんどが失敗談な上、結構長くなりそうだったので、今回の動画では端的に進行していきます。はじめに G29 をハンコンごとそのまま接続しました。ダメでした。ファナテックと G29 の入力情報がバッティングしてしまいます。今回の接続構成です。次にペダルとシフターを G29 ハンコンベースから独立させるケーブルをレオボドナーから購入し接続しました。ダメでした。ドライブハブを介してもプレイステーションでは全く反応しないです。今回の接続構成です。次にロジテック製のパドルとシフターをハンコンベースから独立させた上で一つにまとめられるコパイロットというハブが今回のドライブハブを販売しているコレクティブマインドから販売されていましたので購入してみました。コレクティブマインドの上得意になりそう。期待を込めていざ接続。ダメでした。認識こそするのですが、ペダルのボリュームが踏んでいない時に数パー入力され、ベタ踏み状態の時でも 90% から上昇しない状態でボリュームレベルが狂っています。シフターは問題なく動作しました。今回の接続構成です。問題はペダル部分。これを何とかしてどうにかならないものかとあれこれ調べ尽くした結果、たどり着いたのがここ。ロジテックのペダルをファナテックで使用できるようにしたいと巡りに巡ってたどり着いたのがまさかのスラストマスターです。スラストマスターのストアでは日本に発送してくれないので類似品ではありますが、藁をもすがる気持ちで
リクモテックという海外の SIM パーツ屋さんで購入しました。このアダプター経由でスラマスベースと同じ左右非対称の LAN ケーブル端子を持つコパイロットにダメでした。先ほどと同じくボリュームが狂ってやがる。これはもうコパイロットが問題なんじゃないか。今回の接続構成です。ご覧のありさまで結論を言えば現状でも正常動作に未だ至っていません。これがこの項目が×である理由です。で、次が5度目のチャレンジ。ペダルをコパイロットから切り離すことを考えました。再度リクモテックより先ほどのスラマスベース端子を USB に変換するアダプターを現在注文中です。ああ、リクモテックの上得意になりそう。これが最後。もうこれ以上手の打ちようがありません。これがダメなら素直にファナテックのペダルを注文します。この項目の経緯の詳細や結果についてはまた別の動画でアップしようかと思います。動作がうまくいけばね。もともとオレンジが勝手に抱いていたドライブハブの理想は G27 をファナテック CSL と認識させたり、スラストマスター T300RS をロジテック GT Force Pro として認識させたいといったことが自由にできるといったものでした。まあ残念ながら現実ではそういったことができるわけではありません。ただこういった機能が全くないわけではなく、結論から言えばかなり狭い限定的な範囲でなら可能でした。ファナテック製ハンコンの PC モードを使用した時に限り、ファナテック CSL4PS4 として認識させるファナテックモードか、ロジテック G29 として認識させるアナロジックモードのどちらかに変換することができると分かりました。これに関しては嬉しい想定外でした。PC モードにしたファナテックハンコンを接続し、ファナテックベースに装着しているステアリングのオプションボタン、シェアボタン相当の2つのボタンを5秒間押し続けることによって切り替わります。ステアリングに F と表記されればファナテックモード、L と表記されればファナロジックモードです。モードの切り替えはドライブハブのファームウェアバージョンが 2.0.3 以下だと安定していると言われています。バージョン更新にはファームウェアツールを使用します。ファームウェアツールのダウンロード先を概要欄に貼っておきますので、自己責任のもとご利用ください。ファームウェアツールにドライブハブを認識させるには、右のボタンを押しながら PC と接続します。自由にアップグレードもダウングレードもできるので、バージョン 2.0.4 以上が必要な場合でも、一度 2.0.3 にダウングレードし、先ほどのモード切り替えを済ませ、再度アップグレードすれば大丈夫かと思います。試せるプレイステーションハードが初期型 PS3 だけだったため確実とは言えないですが、PS3 でリリースされたグランツーリスモに関しては、ロジテック製 G29 が前モデルである G27 と互換性があるため認識するといった感じになります。実際つないでみたところ、PS3 では認証用端子に何も差し込むことなくファナテックハンコンで操作できました。ただし PS ボタンが反応しませんので、別途デュアルショック3を用意していただく必要はあります。グランツーリスモ HD、GT5 プロローグ、GT5、GT6 の操作が可能ですが、グランツーリスモ HD と GT5 プロローグにおいては
H パターンシフトが機能しないなど完全とは言い切れない部分があります。 FFB に関しては比較しづらいですが、ベルト駆動の影響か本家 G29 で操作するよりかは幾分表現がマイルドに感じます。同じ要領で初期型 PS3 にて PS1 や PS2 を操作しようとしてみたところ、PS1、PS2 に切り替わる時点でコントローラー認識は失われるため操作できませんでした。よって GT1 から GT4 は操作できないかと思われます。残念。はじめに説明させていただいた通り、手持ちのファナテックハンコンは CSL4PS4 であるため、PS4、PS5 でも特にドライブハブを介することなく動作します。そこで気になったのが PS4 モードで操作した時とドライブハブを介して PC モードで操作した時で違いがあるかどうかです。感覚的なものにはなりますが、実際にそれぞれのモードで走らせてみていきます。 PS4 ソフトとして GT スポーツとアセコンペを、 PS5 ソフトとしてレックフェストを走らせてみました。3つのソフトで走らせてみましたが、いずれのソフトでも PS4 モードと PC ファナテックモードでのフィードバックの違いは感じられませんでした。証明こそできませんが、ドライブハブを介したファナテック PC モードは少なくとも CSL の PS4 モードのネイティブプロトコルとして動いていると感じました。次にファナロジックモードではどのような変化を感じるのかも試してみました。こちらははっきりと違いを感じます。まずステアリングがファナテックモードと比べると二回りほど重く感じます。手に伝わるコントラストは高く力強く感じはしますが、極端に感じます。解像度はかなり低く、路面の状況やタイヤのグリップ具合などの情報表現はかなりスポイルされていると感じます。また静止した状態でステアから手を離すと左右に揺れ続けます。ファナテックモードではステアから手を離しても静止したままでした。ドリフトなどした場合にはロジテック G29 と比較するとセルフステアはかなり高速で返ってはきますが、ある部分で急にガクッと止まります。この部分に関して感覚的には PC 版アセットコルサのドリフト車モッドのセルフステアと少し似ていると感じました。オレンジの主観にはなってしまいますが、ファナテックモードがリニアな感じなのに対し、ファナロジックモードではある部分までは力強く抵抗し、ある部分からいきなりスコッと抜け、またある部分まで抵抗するといったものを繰り返すように感じました。人によってはこちらのファナロジックモードのフォースフィードバックの方が好みだという方もいるかもしれません。最後にファナテックでの PS 操作キーマップをステアリングごとにまとめてみましたので、ぜひご活用いただければと思います。なお PS4 モードの時とドライブハブを介した PC モードでは操作できるキーに若干の差異があるため、オレンジ自身が持っていないステアリングは正しく表記できていない場合があります。いかがだったでしょうか。何かお役に立てましたでしょうか。いろいろと余分な時間と出費がかさんだ上、ペダル部分においては未だ解決できておりませんが、それ以外の部分は今回自分の環境下である程度動作してくれたので、とりあえず良しとしましょう。
9月下旬頃にリリースされる Fanatec CSLDD も現状プレイステーションライセンスは含まれておりません。プレイステーションライセンス版の販売もする予定とのことですが、また日本だけ販売されない可能性は十分ありえます。CSLDD がドライブハブにて PS4、PS5 で動作するようになるか気になりますよね。こちらの製品に関しても今回同様動作するようになるのか、僕自身で確かめたいと考えておりますので、結果が分かり次第また動画にしようかと思います。プレイステーションライセンスのないハンコンを認証するというとんでもなくグレーな製品ではありますが、本家コレクティブマインドストアページの構成は意外にも結構しっかりしています。それだけで企業の良し悪しを判断していいものではありませんが、注文も迷うことなく入力情報確認も分かりやすく、オレンジ的にかなり好印象には感じました。おすすめも否定もしませんし、今後対策などされて使えなくなる可能性も十分ありえます。しかしながら現状手持ちの気に入ったハンコンが認識しない、ライセンスのあるハンコンが日本で流通していないなど、ユーザーからすればそれらの問題を打開できる唯一の手段であるのもまた確かであり、今回のオレンジのようにベースとペダルシフターを他社で組み合わせたり、 PS3 のグランツーリスモの操作をできるようにしたりと、使用用途はライセンスの問題だけでなく多岐にわたります。各々が自己責任のもとで最大限活用できればそれでいいんじゃないかと僕は思っています。最後までご視聴くださり本当にありがとうございました。それでは良いハンコンライフを。じゃあねー。この動画が役に立った、面白かったと感じた方はグッドボタンを、またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。